今日は夏にぴったりのドリンク、手作りジンジャーエールの作り方です。材料は生姜、こちら 300g 強あります。新生姜を使った方が皮が柔らかくてちょっとえぐみが少ないかと思います。今日私は普通の生姜を使っていきたいと思います。あとレモンは大さじ1杯か2杯ぐらい使います。あとは生姜と同量のお砂糖、今回も私はブラウンシュガーを使っていきたいと思います。日本だときび砂糖とかそういう感じですかね。こんな感じで300、お砂糖300、そしてレモンはスプーン1杯か2杯使っていきたいと思います。洗ってきたジンジャーです。結構スプーンだけでも汚れとか硬い皮もこそぎ落とせるので、こういう感じでナイフ使わなくても綺麗にできます。ということで皮も使っていきながらこれを薄くスライスしていきます。怖いね。繊維に沿って薄くスライスしていきます。繊維に沿って切ると切れやすいです。はい、こんな感じで薄くスライスできました。結構厚かったり薄かったりしますけど適当で大丈夫です。入れてここにお砂糖を入れていきます。生姜がだいたい 300g だったので 300g 入れていきます。300って結構多いよね。シロップなんでお砂糖の液ですから。はい、これで同等の入れていきました。これを、軽く混ぜて、すごいね。だから普通のジュースとか市販のどんだけ砂糖、普通のお砂糖だったらまだしもね、ブドウ糖、果糖、液糖みたいなことですよ。そういうのをどんだけ使ってんだというね。
こうやって皆さん自分が日頃何を口にしてどれだけ糖分をとってどれだけ塩分をとってどれだけ油をとっているのかっていうのをね、自分が作ると分かりますよね。で、怖くてね、せっかく作っても食べれなくなったりしちゃうんですけども、はい、すごいね。ざっくりと混ぜて、これで1時間ほど普通に常温でこうやって蓋をして1時間ほど待ちます。そうするとね、結構水が出てきます。では1時間ほったらかし。30分ぐらい経ちました。おお、結構お水が出てますね。なんかね、お砂糖と混ざっていい感じですね。もうちょっと漬け込みます。合計2時間くらい漬け込むとすごく濃いジンジャーシロップができるので、もうちょっとあと1時間ぐらい漬け込みたいと思います。それでは見てみましょう。お、結構水が出てます。こんな感じ。結構ね、しっかり使ってます。で、これから火を入れていきたいと思います。で、結構下にジャリジャリとまだお砂糖が溶けてなくてっていうか、下に沈殿してるものがあるので、ちょっと焦げつかないようにこうやってもう一回混ぜてから下のジャリジャリがなくなる感じで、はい。そしてここにお水1杯、カップ1杯入れて、そしてレモンをだいたい大さじ2杯分ぐらい入れていきます。だいたい2杯分ぐらい。よいしょ。そしてこれで煮詰めていきます。沸騰するまで中火で、その後弱火で煮詰めていきます。おい、沸騰してきたので火を弱くします。ここから煮詰めていきます。で、結構ね、アクが出てくるので、それをちょいちょいお世話しながら煮詰めていきます。はい、結構煮詰まってきました。今回ね、あんまりアクが出なかったので全然取らなかったんですけど、こんな感じで結構水もなくなってドロッとした感じになっております。4分の1ぐらいの傘になったでしょうか。それではこれでクールダウンさせてからシロップとジンジャーを分けていきたいと思います。火を止めます。はい、瓶小分け容器を用意します。それではここにシロップをこしていきたいと思います。はい、何でも大丈夫。こうやってこしていきましょう。こんな感じに出来上がりました。この余ったジンジャーも食べるとすごい美味しいので、捨てないで取っておきましょう。私はいろんなお料理に入れたりとか、
あとはこれを低温でオーブンで焼いて、乾燥ジンジャーチップスみたいなにしておやつで食べたりとかもしました。結構ねパリパリして美味しいです。結構絞ってかなり本当にシロップになっております。美味しそう。なんか佃煮みたいな感じです。ほんとね、炒め物とか煮物とかに入れてもね美味しいんです。もうすでにこれで甘さがあるので、ちょっと甘さを加えてジンジャー風味になります。はい、ジンジャーシロップ完成しました。ジンジャーエールいただきます。これはまあ適当な、甘いのが好きな人はたくさん入れればいいし、私はあんまり甘すぎるのは好きではないのでちょっと少なめに入れて、でもまあ色的にはこんな感じ。ジンジャーエールいただきます。うますぎる。うまい。もうちょっと入れちゃおう。これね、うますぎる。本当にぶっちゃけ私は本当炭酸飲料がすごく好きで、一番好きな炭酸飲料は赤いコーラなんですけどまああんまり良くないなっていうことで、それは本当にたまに月に1回あるかないか何かを食べた時にご褒美として飲んだりするんですけど、まあね、このジンジャーエールはぶっちゃけ 300g のジンジャーに 300g のお砂糖っていうまあ同等 300g のお砂糖ってねすごい量だったじゃないですか。見たらね、自分で作ったら分かると思うんですけど、まあそれをね煮詰めてシロップにしてこう使ってるんで、まあ、この1杯分にねどれぐらいのお砂糖を使ってるのかなっていう、なんとなく想像しながらいただけるかなと思うんですけど、まあ自分で分かるじゃないですか。まあどれぐらいこの1杯。それにしてもジンジャーもすごいたくさん使ってて、もジンジャーの風味がすごい、なんかこっちだと喉が痛い時は喉のお薬としてシロップを結構飲むんですけど、そのコフシロップに匹敵する感じで、ぶっちゃけここ何日か前に喉風邪をひいてですね、まだちょっと喉がイガイガしてるんですけど、このジンジャーエールっていうかジンジャーシロップをねダイレクトにこうスプーンでパッといただいて、そうするとね結構喉がスッとして喉も良くなってきました。ほんと美味しい、マジで。
ご褒美的なドリンクになっております。私はこれをドリンクだけじゃなくて、この佃煮みたいになってるこのジンジャーもおやつとしてね、薄くスライスしてるし、お砂糖で煮てるのですごい柔らかくなって食べやすくなってます。たまにね、煮物とかに入れるまだ硬いジンジャーとかあると思うんですけど、そんな感じではなく本当に柔らかく仕上がってます。ちょっとしたお茶漬けにいい感じですね。ほんと佃煮ってお醤油も入れて煮てるのか、まあなんか近い感じね。これでこの夏は健康に病気もせずに乗り切っていけたらいいなと思います。皆さんもぜひこの夏、このジンジャーシロップでジンジャーエール、手作りジンジャーエール作って飲んでみてはいかがでしょうか。というわけでね、今日のおすすめのジンジャーシロップの作り方お伝えしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。